はい、皆様こんにちは、みえちゃんです。ねえ、風香る5月となりましたね。緑のそよ風なんていうね、歌がはるか昔にありましたけれども、ねえ、始まったばかりのゴールデンウィーク、皆さんどこかへお出かけでしょうかね。私はね、特に行きませんけど、まあ、外歩いてね、新緑の緑見ながら息をしてると、本当に幸せですね。いやー、風さんのこのダンスね、はい、いいですね、これ。ねえ、ちょっと画像悪いんですけど、すいませんね。今日もまたオンボロパソコンの前からなんで、ちょっとよく映らないし、なんか画面が荒いと思うんですけれども、まあね、この洗濯物干しがね、すごいいいアクセントになってて、もうこの人本当に楽しそうですね。はい。ねえ、画が全くない自然体だっていうのがね、もう改めて分かったっていうかね、まあ一緒に踊りたくなっちゃってね、実際台所で私一緒に踊ったんですよ。ダンス大好きなんで。はい。次々とね、もうフェスやね、あれですよ。いろんなね、ライブの話が入る中でですよ。ね、悲鳴を上げながらもカオス状態で。ね、一方ではこうやって余裕のダンスですよ。ね。うん。これですよ。だから私はね、風さんが好きなんですけどね。もう、どんな困難が来ても逃げない。ね。うん。風さんはね、自分がないからね。だから宇宙と一体になれる。ね。まあ自分があるとね、つまり自分を守ろうとする心があると恐怖や不安が生まれますからね。はい。ね、だから人の目を気にしたりね、自分をよく見せようとしたり、嫌なことを避けたり、ね、常に自分が得することを考えたりしますね。するとかえってね、不安が生まれてきちゃう。ね。まあ、この風さん、見てくださいよ。ねえ、自分をよく見せようなんてちっとも思ってないよね。子供が踊ってるみたいですよね。ねえ。まあ私もね、ともすればね、逃げちゃったりする、逃げようとしてしまおうとする自分に気づくんですけれどもね。まあ逃げるとろくなことないと分かってるのでね、何か大変なことに直面した時はね、もう大きなパワーに任せることにしてます。ね、5月って言えば5月病っていうね、言葉がありますよね。このゴールデンウィークの時期っていうのはね、いろんな、まあ春にね、新しい就職したりね、入学したり、ね、ちょうど一段落したところだけども、まあまだまだ慣れないでね、いろんなストレスがあってね、そういう時期でもありますよね。慣れない環境でね、もうストレス溜まっちゃってね、ノイローゼになっちゃう人もいると思うんですね。まあ今日はね、そんな人たちのことをね、頭の隅にちょっぴり入れてお話ししようかなと思います。このね、5月病とかね、ノイローゼとかね、そういうものはね、どうしてかっていうと、困難なことから逃げようとすると、人生の苦しみが生まれるらしいんですね。今回風さんはスイスも行きますけど、スイスって言えばね、スイスが生んだ偉大なこの人がいるんですよ。この人ね、この人カール・グスタフ・ユングっていう人でね、この人は世界的なもう精神科のお医者さんでね、心理学者なんですね。もう精神科の先生とか心理学専門の人なら絶対もう勉強しなくちゃならないこのユングさんなんですけれども、重要な言葉を残してるんですね。彼はね、苦労とか嫌なことから逃げようとして自分は守るからあらゆる精神疾患になるって言ってるんですね。そしてしかもそれが治りにくくなるって言ってるんです。つまりね、人生って苦労があって当たり前なんですけど、当たり前だのクラッカーってね、昔CM とかギャグだったのかな、あったんですけどね、これ知ってる人はかなりお年頃じゃないですかね。まあそれどうでもいいんですけど、それにね直面しないで逃げると逆に心を病んじゃうということなんですね。そう言ってるんです、この人がね。で、なぜ逃げるかっていうと、自分を守りたいからですね。傷つきたくないからです。
でそのいい例が引きこもり問題ですよね。家に引きこもってね、ご飯だけお母さんに運んでもらってね、自分だけの空間に閉じこもるとかね、あと他にも世間から隔絶しちゃうとかね、人里離れたとこに住んでね、一切人と関わらないとかね、まあいろんな例があると思いますけれどもね、そうするとね、世間に揉まれることないからね、もうほんの些細なことが気になったりね、腹を立てたり精神を病んだりするようになるんですね。だからご飯せっせと運んでくれる親にもね、暴力振るったりっていうこともよく聞きますしね、親もねいつまでもいないから、まあひどい場合は亡くなっちゃっても生きてることにして年金もらってたとかね、はい、そんなの聞いたことありますけれども、これは全てね、そこにある自我が問題なんですね。逆にね、自分がなければもうどんな辛い世間にもね出ていかれるんですけどね、むしろね、進んで傷ついてやるくらいの気持ちでちょうどいいんじゃないかなって思うんですね。例えばね、意地悪な人が来たら、まあよくぞいらっしゃいましたってね、もみ手して言うくらいね、歓迎しちゃうとかね、そうなったらもう閉めたもんなんですが、まあでもね、人はともすると居心地の良さとかね、癒しを求めるから、そこに執着が生まれてね、かえって不幸になる場合もあるんですね。その執着の対象がいなくなったらね、それこそどん底になっちゃうんですよ。もう私も経験ありますよ。配偶者とかペットが生きがいでね、執着しちゃうと、もう亡くなった時にどん底になっちゃうんですよ。風さんがね、満ちてゆくでもね言ってますけれども、まあでもどうしてもね、自我を心地よくさせてくれることを求めちゃうんですね、人間はね。これは人間がそういうふうにできているので、まあそれは仕方ないんですね。いい仕事をしてね、贅沢言わないけれども適度に収入があってね、病気にならないでみんなから好かれてね、住み心地のいい家でね、家族に囲まれてね、孫に囲まれて何の問題もなく幸せに腹は立てないでね、穏やかに生きるってね、まあどこにそんな人生あるかいと思うんですけれども大抵の人はそんな人生を夢見ているんですね、無意識のうちにね。ないんですよ、そんな人生。そんな人生ありえないし、まあそれに気づいてね、癒しなんか求めないでこの現実にとことん直面していくことこそが、そのまま癒しになるって私は思うんですけれども、いかがでしょうかね。皆さんどう思います？人は穏やかでね、小さな幸せを求めるのがいいんだっていう考えもありますけれども、私はそんなものを求めるから逆に不幸になると思うんですね。それはね、私が禅とかね、東洋思想とかアドバイターっていうね、インドの考え方から学んだことなんですね。特に禅ですね。もう進んで飛び込んでいく、これが禅ですね。あれですよ、風さんがほらスペインで寒いこの湖にですよね、飛び込んだみたいにね、ビビりながらもね、とりあえずやってみようとね、これちょっと流して大丈夫かなね、とりあえず飛び込んでみようとね、どんなことになるかわからないけどとりあえず飛び込んでみようと、というね、これですよ。そういう心意気があればもうどんなことも人生可能になるんですね。今回の風さんの状況を見てるとね、あえて自分をね、なんか困難な状況に直面させようとしているようにさえ思えてきてね、なんだか禅の坊さんのようでかっこいいなと思ってんですね。頭を丸めた謎の画像もいつか出てましたけどね、禅坊主みたいと一瞬思いましたけど、あれがね、なんか決意みたいなものを表していたのかしらね。あえて困難な道を行く、あえて辛い現実に飛び込んでいく、もう自分を運んでる風に逆らわない、まあこれこそね、人生の幸せの鍵だっていうことをね、風さんを見ていても思いますね。そしてね、ここが重要なんですけれども、
それに飛び込んでいく時にですよ、自分のことを計算に入れない、これが大事なんですね。宮沢賢治ね、誰でも知ってる宮沢賢治がね、かつてね言いましたよ。宮沢賢治どこだっけ、ここにも出しときましたよね。有名な詩ね、雨にも負けずね、中であらゆることを自分を感情に入れずにって言ったんですね。これがね、世界中の人に私読んでもらいたい詩なんですけれども、もうみんな小学校とか中学で習ったと思うけど忘れちゃうんですよね。もしね、何か辛いことあったら、これすっごい短い詩だしね、ぜひ読んでほしいんですね。あらゆるセラピーとかね、心療内科とか精神科よりもね、もう人生を楽に生きる方法がここに書かれてるんですね。もう簡単な言葉で、子供でも分かる言葉で書いてあるんですね。つまり我をなくせということですね。ここにね、あれですけど、手書きのね、このあれがあるんですよ、原稿がね。でこの書かれている通りに生きろっていう意味じゃないですよ。ね、ここに玄米4合とか書いてありますけど、1日に玄米4合とね、味噌と少しの野菜を食べなんて、そんなことしてたら栄養失調になっちゃうからねそうじゃなくて、ただその心意気をね、見てくださいっていうことです。この中のね、それを汲み取ってくださいっていうことですね。青空文庫でね、ただで読めますのでね、リンク貼っときますね。でね、何かね、心にモヤモヤとかね、苦しいものがある時ね、そこには必ず自我があるんですね。これ絶対に確かなことなんですよ。私が知ってるのはもうこれだけです。だからね、その自我に気づくと苦しみが消えるんですよ。気づくだけです。ああ、ここに自我があったんだと、これで苦しかったんだと、それに気づくことが大事で、なんで私あんなこと言っちゃったのかしらとかね、そういうふうに自分を責めろとかいい人になれっていう意味じゃないんですね。ただ気づくだけです。で言い換えるとね、あらゆる苦しみは自分が作ったものだっていうことなんですね。自分の苦しみを人のせいにしたり世間のせいにしたりしますけど、それは全てね、自分が作った苦しみなんですね。禅の言葉でね、火の車ね、地獄の炎のように燃え盛る車があるとします。でそれを作る大工さんはいないけれども、自分でその火の車を作って自分で乗り込んでるんだよっていうんですね。まさにあれですね。この自分で自分を不幸にしていたっていうことに気づいた素晴らしい女性がね、アメリカにいるんですよ。その方はね、バイロン・ケイティさんっていうんですけど、ここにいらっしゃいますけど、この綺麗な人ね、この方、このバイロン・ケイティさん、この方、ザ・ワークっていうね、本で有名なんですね、これね。でね、彼女はね、前半の人生めっちゃくちゃだったんですよ。子供さんが3人いてね、2度結婚したんだけど、もういつも不幸でね、で麻薬とね、アルコール中毒、そして重度のうつ病、それから広場恐怖症っていうのかな、あと過食症があったんですね。でその中毒のためにね、保護施設に入ったんですけれども、確か私この人だと思うんですね。記憶がちょっと昔読んだのでね、記憶がはっきりしないんですけど、確かこの方だったと思いますが、その施設の中でね、ゴキブリが目の前にいたんですね。そしたらそのゴキブリが自分に見えて覚醒したんですね。もう自分なんて幻想で、全てが自分であったと気づいた。つまり悟り体験ですね。どん底にいてね、何もかも放り出してね、もうどうにでもなれと、自分をもうどうになってもいいやと、自分を捨てた時に人は覚醒しやすくなるってね、いつかお話ししましたけど、この人もそうだったんですね。で彼女はね、自分の考えを信じている時は苦しいと言ってるんですよ。つまり自分の考えが正しいと思っているということですね。それが苦しみのもとだと。そしてこれは全ての人に当てはまるよって言ってるんですね
そしてね、自分のこのいろんな病がね、自分を取り巻く世界のせいではなくって、自分が世界に対して持っていた考えのためであったと気づいたと言ってるんですね。つまり周りのせいにしているうちは、自分のそのアル中とかね、精神疾患が治らなかったそうなんですね。でそれに気づいて、もう何年も寝たきりだったね、重度のうつ病と薬物中毒がね、すっかり治ってしまったそうなんですね。で今ではね、自分が編み出したワークっていうエクササイズでね、人の病を治す立場になって活躍されてるんですね。まあ彼女の方もね、Amazon のリンク貼っておきますのでね、ご興味ありましたら参考にしてみてくださいね。まあワークそのものはね、日本人にはちょっと当てはまらない部分があるかもしれませんけども、彼女が書いてるそのメッセージそのものがね、自我というものに本当に気づかせてくれるいい本なんですね。まあだからね、この自我に気づいていけば、どんな逆境にあってもね、まあまるでダンスをするようにですよね、この風さんのね、ダンスをするように、はい、生きていかれるっていうことなんですね。人に嫌われようと、悪口言われようと、どう見られようと気にならない、そんなのへでもねえようになるんですね。自分がねなくて宇宙と一体となった時ね、この世の全てがきれいに見えるんですよ。きれいな山や花がきれいなのは当たり前なんだけど、雑草とかね、道端に転がってる石とか、まあ私の場合ゴミ箱さえね輝いて見えたりしてね、愛おしくなるんですね。そういう瞬間あった人いませんかね。きっといらっしゃると思いますよ。普段ね、自分が暮らしてるボロ屋も最高のね宮殿みたいになるしね、まあそれが仏教でいう空の世界ですね。全てが一つで、全てが自分です。もう自我がないから対立するものがないんですね。当然争いもないです。世界が空に目覚めたら戦争もなくなるはずなんですね。まあ難しいですけどね。でも空に生きてれば個人としての苦しみは全くなくなるっていうことは本当ですし、空の世界に入るためには自我に気づいていく、困難や苦しみから逃避しないということがね、大事というわけなんですね。まあそうは言ってもね、苦しくてたまらないよ、とても飛び込みなんてできないよっていう時にはね、お任せという方法がありますね。ヒンズー教では神我と一体になる、キリスト教で言えば神の御心のままに全てを神の手に委ねる、仏教で言えば仏様にお任せする。そうすればね、自我が弱まってくるんですね。そして生きるのがとっても楽になるんですね。というわけで今日はね、風さんの例のこのダンスを見てね、はい思いついたことをね勝手に喋らせていただきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。はいね、何かご質問などありましたらいつでもコメント欄にてお寄せくださいね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもね、なくなっちゃった。